大きかったね。人生で一番大きかったね。うん。引きこもりやから外に出るまで雪が降ってたことは知らないんだけど、揺れてうわっどうしたんやと思って、まあとりあえず外出てみて、いろんなもんかき分けながらね、それこそいろんなもん倒れて、で揺れ収まらないとまた何かこう倒れてきたりしたら危ないから、ちょっと揺れ収まった時に外に出てみて、雪降ってんなぐらいには思ったけど、ちょっと寒い日だったんですよね。アパートにいたのね。2階建てのアパートの1階だったから、ここ潰れるかもわからんなと思って、でどうしよう、一番潰れにくいのはトイレだと思って、用もないのにトイレに入って、でトイレで両方の壁にこう手ついて、こうやって体支えながら待ってたかな、揺れ収まんの。ギシギシ言いながら、でギシギシ言うから、やばい潰れるなと思って、収まるまで収まるって完全には収まんないんだけど、ちょっと揺れ弱くなるまでトイレにいましたね。外収まったかな。外で出て、要するに出らんなくなったら困るし、潰れるのも嫌だし、これアパート潰れる前に外出てみようと思って、そしたらなんか2軒隣のおばちゃんが外出てきて、やっぱり一緒に出てきて、で外出て「すごい揺れたね」とか言ってるうちにまた揺れて、おばちゃんが死に餅つくし、で地面はねアスファルト割れるしね、割れて、で防災無線、津波が発生して、津波がもう到着してると、近いとこまでもう逃げなあかんなと思って、雪降ってるしコート着てブーツ履いて、でもうコートはベンチコートってやつ、ちょうど多分これが一番あったかいなと思って、それでそれを着込んで、徒歩でね、車は無理だなと思って徒歩で避難をしたんだけどなんか明日には帰ってこられるぐらいの気持ちでいたの。正常性バイアスっていうのかな、大丈夫、大したことない。うちの地区の指定避難場所っていうのはあったんだけど、小学校なんやけども、一時避難場所っていうのがちょうどね、その運河の土手だったのよ。うちの近所のね運河の土手で、その辺でそこが一番高くて、でそこからその小学校に向かって下がっていくのよ。土手を越えて波が来たとしたら、ここはもういっぺんでもう水に飲まれるやろって、押し流されなくても孤立するなって思って、それでそこは行かなかったの最初から。それでもっと内陸のよその避難所に、行ったのね。だから誰も知らないのよ周りは。それでよかったんだけどさ、知らないひっそりと生きてますから、ひっそりと誰も知らない人でいたかったのよ。だからそれは都合よかったって言うと都合よかったんだけど、本当はだから避難所に行ったけど、そこから誰にも気に留められることもなく、いつの間にか消えていたいなと思った。できなかったけどね、結局そうはならなかったんだけど、避難者名簿作りますとか言われて、いやそこそこから逃げ回るわけにいかなかったから、結局最終的にはおとなしくね、そこに避難者名簿に名前書いて、
しばらくいたんだけど、嫌なのよ、もともとそういうの。こうなんていうの、みんなで一緒に何かをするっていうのが苦手な人なのよ。できるだけ人に関わりたくなくて、面倒くさいのよ、説明するのも。聞かれるわけじゃん、関われば。教室にいる人たち、その教室一つの単位でそのグループを作りますと。でうちもたまたまそこに組み込まれることになったんだけど、でもね、私はね、教室にいなかったのよ。誰とも組みしたくないから廊下にいたのよ。そしたらね、廊下にいたらある女の子が私に声をかけて「一緒に入りなよ」って「班作るから、一緒の班だから来な」って言われて、手引っ張ってかれて「って思いながら、そしたらその子がね「ところでさ、どっち?」って聞くわけよ。どっちでもええって言って「あんたが思う方に思ってくれ」って言って、大体いつもそのスタンスなんだけど、自分の評価っていうのは他人がするもんやから、ある人から見て私がただのおっさんに見えるんなら、その人からしたら私はただのおっさんなわけで、だからそれはあなたが思う通りでいいよって。その子の中ではあれかと、いわゆるトランスジェンダーかみたいに思ってくれたらしくて、そこから男扱いはされなかったんだけど、でだからみんなその時そこの避難所では、女扱いされて、で着替えとかも持ってないわけよ。次の日帰るつもりでおるからね、こっちはね。着替えなんかももちろんそんなたくさんのものを持って避難なんかできるわけないから着替えなんか持ってないけど、そしたらね、同じその班にいたご夫婦がね、娘に言ったら「服あげるから持ってって」って言われて持ってきたよ。服と下着までね持ってきてくれたんよ。だからこれでよかったら使ってって言われて、で2人ぐらいからもらったのかな。でありがたかったしね、いや助かるわって思って、まだ店とかもね買いに行ける状態じゃなかったから、その時はもちろんお風呂にも入れないしね、だからなんかそうやってそういうなんやろ、おばちゃん扱いはしてくれてたかな。でね、だからね、お風呂一緒に入ろうって言うのよ。避難所にいた女性たちがね、お風呂一緒に入ろうっていうのは自衛隊のお風呂とか、自衛隊が避難所の駐車場にお風呂をね設営してくれた時があるの。しばらく続いたんだけど、その時にもちろん男女時間が分かれますよね。そうすると「一緒に入ろう」って「何時に入るの？その時一緒に入ろう」って「うちらと一緒に入ろうよ」っていうふうによく誘われて「ちょっと待て」と「さすがにそれはあかんやろ」そういう話もあって、でもそういうふうに思っててくれて、一度入りました。一度だけなんですけど、一番最初ね、それからはちょうど避難所で友達になった女の子がおったんやけども、その子のお兄さんが市内のアパートに住んでて、そのアパート無事やからそこのお風呂を借りて、その子と一緒に行ってお風呂借りて、入るっていうふうにね、時々入るっていうふうにして、済ませてましたかね。あとその後はねシャワーに変わったのかな。シャワー室を仮設で作ってもらって、それでシャワーだったんで、もちろんシャワー室だから個室やから、そうなったら何も困ることはなくなったんだけど、やっぱり班ごとにちょっとこう仕切りがこんぐらいの高さの段ボールかな、
があって、段ボールの仕切りがあって、だからこう例えば寝ててもふっと起きたら周りに見えるわけですよ。でもちろんだからそんなところは着替えもね普通にはできない場所なんやけども、今はそんなこともないのかもしれないけどね、その避難所そういう問題点っていうのがその時いろいろ出てきたから、多分もうちょっと目隠しとか、するようにはなったと思うんだけど、もちろん普通におっさんたちは普通に着替えてんだけど、もともとやっぱり運営って男主体だから、その避難所の運営もね男主体だから、そこに気づかなかったって、なんだろうなって、そっからかな、なんだかんだいろんなことを手伝ったりはするわけ。ボランティアの段取りしたり、例えば支援物資を仕分けしたり配ったり、そんなことをねやってたわけなんだけど、避難所では。で1ヶ月ぐらいいて、私ね1回ね県外にね出てったんですよ。静岡にね、静岡までとりあえず1回出てったんだけど、で3ヶ月ぐらいいたんだけど、また戻ってきたのよ。違う世界だったのよ。例えばね、静岡でもその震災関係のニュースとかは流れるわけ、テレビで。でその復興の状況とか被災地が今どうとかっていうのは見るんだけど、どうしても他人事なのよ。みんなそんなことなかったんだと思うんだよ。ただなんとなく自分が受けた印象ってそうだった。それでそのニュースとかでこっちの映像を見て、もうみんな復興残ってね、復興に向けてみんなで頑張ってるなって思った時に、なんか自分だけこっちに逃げてきてね、こんなんしててなんかヘロヘローンってしてていいのかって思って、いやよくはないなそれは、帰ろうって、帰って何かしようって、自分もなんかできることしようって思って、一緒にその避難所のスタッフやってた人に電話して「帰りたいんだ」って、力も何もないけど何かしらできることあるかもしれないってそう思って戻ってきたんですよ。自分までそれを他人事にしたらダメだなって思ったのよ。こっちに戻ってくる時に途中からもう電車ないわけよ。で代替えのバスでね海岸を通ってくるんだけど、やっぱなんもないなって、なんもなくなってるなって。もちろんその津波からその時はまだ数ヶ月だからね、その光景を目の当たりにして、なんかなんやろう、なんて表現したらいいか分かんないな。すごい複雑な気持ちになったけど、でもこっからやなって、みんな頑張ってる、自分以外はみんな頑張ってるなと思ったら、本当にこんなんなったんや、そんなことを思いながら戻ってきたかな。ほっといてほしかったの。世間と関わらないで、できるだけ一人でひっそり生きてひっそり死んでいこうって思ってたの。自分の一生はそうだなって。なんでそうなったのって聞かれたら面倒くさい。なんでそうなったのって、こう生まれてきたからしゃあないやんけって言ったところで、その人たちには分からんからね。これって当事者じゃないと、例えば本人でだったら分からんことでしょ。いつからそうなの、いつからってずっとやけどな、物心ついた時からそうやでって。もちろん自分があれって意識したのは小学生ぐらいの時だけど、分からんから
意識してなかっただけで、例えば男性と女性の違いとか知らんから意識してない。こういうもんだと思ってるからね、人って。そしたらあれ違うんやっていうのをはっきり認識したのが小学生の時って話なんだけど、で余計な知恵もついてくるから違うんやって思っても言えないなって、親にも言えんなこれは。震災で友達になれた人って結構いるんだよね。それまでひっそりひっそり生きてたから誰も友達もいなかったのよ。それがね、その引きこもりって隠れて住んでたっていうのかな、そういう人がね、嫌顔でも引っ張り出されちゃったのよね、その避難所で。みんなが見てるとこで行動しなきゃいけないわけだから、個室があるわけでもない、なんか関わり持たないとしょうがないよね。でだからそこからなのよ、友達ができたっていうのはさ。だから自分が変わったっていうのかな、変えられたのはその津波のせいなんやけど、だからなんかいや良かったって言ったらあれやけど、そのね何もいいわけねえだろって言われたらさ、確かにその通りなんですけど、自分の人生においてはまあ転機にはなったかなっていう、生きてたから言えるんだけどね。